、今日はですね、土鍋を使った美味しいご飯を炊いていきます。土鍋で炊くと、何がいいかというと遠赤外線の効果があってお米の芯までじっくりと熱が伝わっていくんですね。それでふっくらと揚がるという、今日はねうちはですね富山県のコシヒカリのね米を使ってますね。今日2カップ 400cc なんです。一応この土鍋が5合炊き、一番やっぱり美味しいのはだいたい3合ぐらい。じゃあまずですねお米をですねすすぐからいきたいと思うんですね。じゃあまずね、お水を入れます。でね、お水をバーッと入れていくんですが、最初は研がないです。最初はすすいであげます。お水を慣らしてあげるっていうこと、もうすぐに水を切っていきますね。でこれはですねどういうことかというと、先ほども言ったように乾物なのでいきなりここで溶いてしまうとかける恐れがあるんですね。お水をだから乾燥してるお米にいきなりお水を与えるわけじゃないですか。そうするとやっぱりすごく吸収しようとしてお米も頑張るんだけども、そうするとやっぱり表面がねかけやすくなるんです。だからいきなり溶いてしまうとかける恐れが多くなる。ですのでまずは2回ほどすすぎます。そして少しだけこれお水残ってますよ。本当に少量ですけども残して、そしてここから研いでいきます。僕なんかはもう軽く手を握って、それで、お米同士をすり合わす。そうするとこれ音聞こえますよね。この音っていうのがお米同士がすれてる音なんです。はい、この音が大切で、1回目の研ぐのはやはり5、6回、あまり研がない方がいいかな。かきやすくなるからここは、5、6回にして止めていただいて、そしてまた水をね、すすぎます。ですすぎまして、またこのぐらいねお水を少し残しますよね。残しましたらまたここから溶いていく。はい、でもうこの辺からある程度ね、はい、回数を増やしていただいて結構です。水入れて研ぐわけじゃないんですね。水をね入れちゃうともうね洗うになっちゃうし、お米同士がね擦れないんですよ。はい、ですのでさっきからジャリジャリ言わせた方がそうお米同士、なんでこういうねお米を研ぐっていうかっていうと、お米にはね表面に繊維溝があるんです。その溝の間に米のぬかが入っちゃってるので、それをお米同士をすり合わせることでその溝からぬかを出してるっていうのがそのお米の研ぐという意味なんです。はい。研ぐです研ぐ。はい。で大体そうですね、研ぐのは3回か4回ぐらいやっていただければいいのかなと思いますね。でもこのぐらい今研いだ後お水このぐらい濁ってるじゃないですか。でもこれ1回切りますでしょ。切りまして、そしてもう一度これお水入れますよね。そうするとほらもう半透明でしょ。はい、もうですので大体もう 3、4回っていうのはもう本当にね最近の精米液っていうのはすごく優秀なんです。そしてあとはね研いだ後はですね少し30分ほど浸水させます。やっぱり夏場だったらやっぱり最低30分ぐらい、ほんで冬場だったらやっぱり水温がね低いのでやっぱり1時間ぐらいつけておくといいかなと思いますね。はい、じゃあね浸水しましたのでこういう感じでお米がちょっと白っぽくなってると思います。はい、じゃあこうなりましたら OK でございます。でただ30分僕はね浸してたんですけども、例えばちょっと固めのお米が好きな、方なんかいらっしゃいますでしょ。そうすると浸水しないでそのままもうね溶いたらざるにそのまま打ち上げておいて、そのまま30分置いてほしいんです。でお水の量は同割りで結構です。で30分ですね浸すことによってお米に含まれた、お水っていうのがありますので、もう一つポイントです。今日のポイントでしたっけ？星付きポイント。星付きポイントね。これね実はですね冷蔵庫でお水を冷たくしました。はい、ご飯の炊く時のお水を冷たくしてあげると、その分ですねやはり水温が低いことによって遠赤外線の効果が出ます。
ですのでこれは炊飯器で炊く時でも一緒で、はい、同じようにですね冷たいお水でご飯を炊いていただくといいかなと思います。じゃあ炊いていきますね。火加減はだいたいですね13から15分ぐらいを目安に吹き上がってくるぐらいの火加減にしてください。そうしましたら今度は弱火にして10分、そして蒸らしで10分、合計35分ぐらいを目安にご飯がね、炊き上がります。はい、じゃあ拭いてきましたので一度ですねここで蓋をちょっと取りましてですね中のお米を混ぜます。こんな感じでね一回混ぜましたら、そうしましたらもう一度蓋をして弱火で10分です。はい、じゃあオープンです。こんな感じでつやつや。あ、いい香り。お米の香りがいいですよね。ふわっと。なんで空気を入れるかっていうことなんですけども、実はご飯って炊き上がりのこの釜の中っていうのは空気がもうなくなってて中が真空状態になってるんです。ですので熱を逃がしてあげる。ですので空気を入れるとか空気をね触れさせるみたいなそういう表現をします。中がね真空状態になってるもんだから、せっかくふっくらとね炊き上がってもまた中でギューッとこうねこの熱で押されてしまってちっちゃくなっちゃうんですよね。ぺったんこになっちゃうんです。だからお米を混ぜるっていうね。はい、じゃあね炊き上がりのご飯をお茶碗に盛ってねいきますが、ご飯のね盛り方って難しくてね、あまりこう押さえつけてもダメだし、こうねかといってあんまりこうね上に立ててもダメだし、ふっくらとこうね持ってあげるっていうのがポイントでございます。はい、じゃあね、今日はお米のことがね、いろいろと皆さん、分かっていただいたと思いますので、家でね美味しいご飯をぜひ炊いてみてください。